オラバイシャパー、どうもともさやです。旅人から退屈な国だと言われるパラグアイ。そんなパラグアイの印象を変えるためにパラグアイ女子と一緒にパラグアイ超ローカル旅の動画を作成。乾杯。貧乏バックパッカーのローカル感ある節約旅スタイル3部作の最終動画。今回もリアルバックパッカーパラグアイ大自然満喫旅お楽しみあれ。レッツゴーレッツゴー。ヤハヤハク。今日も京都でヒッチハイクでねスタートでパラグアイローカル旅3部作の動画で前回前々回動画の続きになっています。なかなかねヒッチハイクが捕まらないんでね、ちょっと一回ね寝るためにねホームレスがね寝てそうな場所にね僕らは移動しました。ここでちょっとね休憩してからもう一度ねヒッチハイク再開します。こんな感じでね休憩しています。靴下がちょっとダサい。もはやねバックパッカーとかじゃなくてね野生活動ですね。ヒッチハイク徒歩休憩の繰り返し。はい、次はねセロベラという場所に向かっています。アスンションからコレクティブ1回とヒッチハイク4回でこの場所まで来ました。でねラックルメナっていうところの近くなんですよ。日本珍居住区のこの場所に結構ねたくさんねいろんな丘があるんで、その丘巡りとかをやってね大自然を堪能して動画締めくくりたいなって考えてます。超ローカルなのんびり道ですね。であちらに見えるのが多分おそらくセロベラ。普通にバックパック担いでねこのセロ登るのに結構しんどいんでね、なんかこの辺でねバックパックねちょっと置きたいですよね。お金かかるかな。かなり自然豊かな場所です。とりあえずねバックパックね置かせてもらいました。でバックパック置かせてもらってキャンプできるかどうかとかお金がどれぐらいかかるかとか全然その辺わからないですね。おっちゃんがなんか途中まで一緒に来てくれてこの場所通ったら時間短縮できるっていうのも教えてくれて、まあ親切でしたね。でねこんなんを渡されたんですけど、なんかナイフ自分の身は自分で守れ言われましたね。クマが出てきた時にこれでね対応しろ言われました。無理やって。ちょっと早速道ないんですけどなかなかなうわなかなかな道ですね。結構ね植物にねトゲが生えてたりするのがねしんどいところです。コモスタースなかなか疲れますね。斜面自体は急すぎることはないけど地味なしんどさ。ほんでもってどっちに進んだらいいかねわからん。道が分かりにくいんよ。こんな感じの道を進んできましたよ。おっちゃんは20分ぐらい歩くみたいな感じで言ってたけど実際ね40分ぐらいね歩いたような感じしますね。で頂上っぽいところに到着したみたいです。テーブルマウンテンみたいですね。行ったことないけん知らんけどなかなかの迫力ですね。いやーさすがにこれは怖いですね。ちょっとでも足踏み外したらね死んじゃうよ。そしてこんな感じの広大な景色が広がっております。犬が途中まで最後までついてきてくれました。なかなかなスリリングを味わっていますよ。怖い。ちなみに現在僕たちがいる場所あまりにもローカルすぎて本当にね僕たち2人だけです。涼しくて静かで景色も良くて最高。この場所で僕たちはいつものようにマテを飲むのである。マテ美味しいですか？美味しいです。チン出ちゃってるんですけど発情しているのかな。夕日をバックにのんびりとした2人の時間が続くのである。現在夕方7時夕日の時間までねほっとしていました。なんか真っ赤っかな感じを想像してたけどそんな感じでもなさそうですね。ずっとこの状況が続いていますずーっともう1時間前2時間前からねもうこんな感じなんですよね。僕らが食べる時に
犬が寄ってきてお座りして食べ物たまにあげたりあげんかったり。ちなみに今夜の夜を過ごす場所はこちらになります。金額は正直わかりません。でもここでね火起こしもさせてもらうし、キャンプのねテントもね張らせてもらうことになりました。そしてねこういう木の枝とか炭とかも貸してくれてます。最高。ちなみにこの板を置いてる理由はこれね持つときにね熱くならないためです。そんでもって玉ねぎを炒めていく。白ご飯、玉ねぎを米、魚の缶詰、ごちゃ混ぜ丼みたいな感じですね。それに海苔をトッピングしていざキャンプ飯。チーズもかけちゃうよ。パラグアイとは何ぞ説明しよう。ブラジルやアルゼンチンやボリビアに囲まれている南米大陸の中央部にある内陸国で、南米のヘソとも呼ばれている。主要産業は農業と水力発電。首都はアスンシオン。公用語はスペイン語とグアラニ語で R。 国土は日本よりやや広いくらいで、人口密度は低く、先住民グアラニ族の文化とスペイン植民地時代の文化が混ざった独特な雰囲気が特徴的。治安に関しては中南米の中では良好な方で、意外にも日本人移住地が多い。今日も楽しいキャンプが終わりました。そしてセロベラ今からね出発します。次なるセロへ向けて。彼女が虫をいじめてる。ポブレスイートポブレスイートポブレスイート。ちなみにセロベラから歩いて向かっています。次のセロはセロパオー。パオーン、象の鳴き声ですね。パオーンはセロパオです。次行くのはなかなか歩いてるんでね、たまにはねこうやってね休憩が必要です。絶対これ道じゃないだろうっていう道をね通りながらね、ついにたどり着きました。ここがね頂上なのかどうかもねもはや分かりません。なぜかというともうね観光地じゃないんよ。場所がローカルすぎるんよ。一応セラパウっていう場所です。行きます。乾杯。乾杯。なんか道に迷ったというか、ちゃんとしたね正規の道を自分たちが通ってないような気がする。なんでね他には上がってこれたけど、これがほんまにセロウパオなのかどうかがわからん。確実に道じゃない道を通っています。こうやって道を見るとかなり遠く感じますね。やっぱりね道間違えてましたね。こっちを左に行った道だったみたいです。左に行って30分ぐらいに、ね、歩いたら到着するような感じでお姉さんが教えてくれました。でもねもうちょっとね次行かないといけない場所があるんでね、僕らはね歩いてね違う場所を見つけます。皆さんセロなんだったっけ、セロパウ行きたかったらあっちの道をねこう左に行ってください。こんな感じでヒッチハイクをやっていきますが、そんなに簡単ではないようだ。はい、こんな感じで違う場所に移動。はい、日本人居住ラクルメが到着。はい、かっこいいかっこいいかっこいい。バイバイ。昨日ねヒッチハイクで送ってくれた人とねたまたま偶然遭遇して、また今日もね送ってくれました。ラッキーっすね。1時間お店の前でね車待って、結局ね警察の人にね乗せてもらいました。そしてね今ねもう何にもないような場所です。ちょっとでもね動くことができたんでよかったですね。何もない場所に降ろされてもってね思うけど、まあ動くことができてよかったです。こうやって普通に歩いてるけど常に重たい荷物背負ってますからね。真っ暗じゃないんですけどもうね7時40分なんですよ。でビエンベニードパルケナチョナルイビクイ国立公園のねエントラーダっていうんかな、そんな感じの場所にたどり着きました。まさかのことが起こりましたよ。どこにテント張るってね話してたら、ちょうどね小さな小屋から男の人が出てきて、でもうそっから早いですよね話。もう彼女がやっぱスペイン語ねバンバン喋れるし、かなりフレンドリーなんで全てねもう話はスムーズに進んで、
部屋貸してもらえることになりました。ありがとうございます。あとはなんかキッチンとかも全部ねついてるんで、そのキッチンで僕らは料理とかして、ベッドとかもねちゃんとね1個2個2つあるんで、ベッドもねベッドはね1個で大丈夫だったんですけどね、1つのベッドで2人で寝れば大丈夫ですよね。そんな置いといて、とにかく今日の夜はいい感じに過ごせそうです。こんな感じでお米の準備も完了、マテの準備も完了、そして野菜の準備も完了。あとは食べていくだけ。ちなみに明日はね、この入久井国立公園の近くにある滝を見に行こうと思っています。白ご飯多めの晩ご飯です。朝の9時に宿を出発しました。無料の宿でした。エスグラティス、エスグラティス。さあ今日も楽しんでいくぞ。8km 先にそのね見たい滝があるんですけど、もうね田舎すぎて車がね通らないんで、今回ばかりはほんまにヒッチハイクできずに多分ね歩くことになります。重たい荷物持ってるんですけど、ちょっとね荷物は置かせてもらいました。おはようございます。こんな感じでモスラのね研究をさせてもらっています。ボカヤスーという場所です。ここはめっちゃ近いところまでしか連れて行けんって言われたけど、とにかく歩きたくないんで今乗せてもらってます。こんな感じですね。気持ちいい。400m ぐらい乗せてもらいました。そしてまたね長い一本道をねどんどん進んでいくよ。多分体感ねあとね5キロぐらい。田舎すぎて休憩する場所もないのでね、もうこういうね隅っこでこうやってね2人で食べてます。座って休憩場所なんてありません。歩いてたらこんな感じの景色を見ることもできますね。たまには面白い、実に面白い。今気がついたんですけど、1匹死んでるんですよ。だから死んでる蝶々に対してのなんかお祈りというか式典みたいな感じですね。これはお葬式みたいなもんですよ。蜂さんもいました。もうこれがね果物かどうかわからん、毒が入ってるかどうかわからんけどね、たくさんのね食料をね確保しました。滝を見に行くためには川を渡らなければいけません。もはやね公共交通機関もねないんよ。コレクティーボとかねバスとかねマジでないっすよ。こんなん渡れんし、あったとしても。冷たい。いやさすがにね気持ちいいとか言うてねはしゃいでね顔とか頭にね水かけたりはしてないっすよ。そんな子供じゃないっす。気持ちいい。一応到着したっぽいっすね。なんかトイレがあったりで、このもうちょっと先進んだところに滝があるんですよ。夏に来るべきような場所やな。一応プライベートな土地になるんかな。お金を払わなければいけないとはなんか聞きました。無料で入ることができるっていう話もラクルメナで聞きました。はい、滝の目の前到着。第一の滝、素晴らしいね。コモエスターブラボー。オッケー、素晴らしい。このね場所でねちょっとね泳ぎたいと思います。泳ぐというかねちょっとね湯に浸かるような感じ。湯ってもたわ、かなり水。その前にちょっと表して、しっかり泳ぎました。これが2番目の滝です。ちょっとしょぼいですね。ちょっとしょぼいんじゃないですか、2番目の滝。やっぱりねパラグアイと言ったらねマテですよ。マテを飲む時間が来ました。マテを飲み終わってね結構のんびりできたんで、ちょっとね次の場所にね移りたいと思います。彼女僕の服着てる。はい、恋人認定ということでいいでしょうか。もはや水道水を飲むのが当たり前になってきています。
実はねエリザベスが寝てる間にね、僕は密かにね2つ目の滝をね見に来ました。さっきのがね2つ目の滝かと思ったら違うかったんですよ。これみたいですね。おお、想像以上にいい感じ。なかなかすごいな。うわ、形綺麗わ。これが2つ目の滝でした。なかなかの迫力ですね。あの森の中を道なき道をマジでね超過酷だったんで、もうねこのね水の中通っていきますわ。まあ真面目にこんな感じでね歩いていきますわ。明日の夕日に向かって。これ余談なんですけど、たまにみんなでねお酒飲んどる時に日本の曲かけてくれって言われるじゃないですか。そういう時にマツケンサンバとアヤマンジャパンを曲流したんですよ。結構ウケましたね。何これおもろいやんみたいな。はい、これその辺で拾いました。これをね彼女は食べるのか食べないのか、どっちなんだい美味しいですか？美味しい。食べましたあ、火起こししてくれてるわ。アウチ。自分たちはねその辺のね水道でね水を手に入れて、その辺にね落ちてる木拾って石、周りを石で固めて火起こしをします。晩ご飯のためのね。もちろんね炭とかね購入して使ったりはしないですよ。その辺にあるもんで基本的にはね調理してるって感じかな。なんかね火を見てたらやっぱ落ち着きますよね、心が。こんな感じで混ぜ混ぜご飯を作りました。結局グラティスでした。エスグラティス。いやね、値段がまずね書かれてないんですよ、入場する場所に。で誰にも出会わなかったので、結局なんか僕らも金額もわからんしお支払いすることもできなかったんで、もうそのままねお金を支払わずに去らせていただきました。これをどう取るかはもうあなたたち次第です。いいんかなとかね、なんかもうあんまりそういう細かいこと僕考えてないですね。しゃあないやんみたいな。人と出会って払え言われたら全然払うし、でも出会わなかったんで仕方ないですって感じで、今回のね滝、名前忘れた滝は綺麗でした。無料でキャンプできました。とりあえずね運に恵まれてね乗せてくれました。こんな場所、いびくい国立公園到着です。ソナデカクトゥス、直訳するとサボテンの場所ですね。エントラール料金とキャンプの料金を払っていざいびくい国立公園へエントラール。いびくい国立公園にはこんな感じの博物館が設置されております。小さい博物館ですよ。小さい美術館からの小さい遺跡ですね。遺跡です。はい、この小さい遺跡、所要時間2分でした。マジで何もない、のんびりした公園としか言いようがないです。もう毎日ずっと歩き続けてるんで、さすがにねちょっとね疲れてきました。やばいぐらい歩いてる今日、マジでめっちゃ歩数気になるけど、インターネットねほんま使えんのよな。昨日も使えてないし今日も使えんし、電波まずないし SIM カードも入れてないしフリー Wi-Fi もないし、もうダメだこりゃ。大自然が好きなんやけど、どんだけ歩かせるつもりなん、これマジで。到着しましたね、サルトミナス。とにかく歩いたよ。昨日の滝と比べたらちょっとしょぼめですね。滝を見るときの基本は角度を変えて見ること。まあこのいびくい国立公園にはね滝が3つあってね、さらにはねミラドール展望台もあるんでね、自然好きにはね結構いい場所なんじゃないでしょうか。それにしても人は少ないですけどね、まあ時期にもよるんかな、そういうのは。
次はミラドールに登っていきます。思った以上にこじんまりしたミラドールでしたね。これはこれで面白いな。なんかおー、たくさんの人がね登ることはできないけど、マジでプライベートな空間みたいな感じ。頂上に到着したらこんな感じでね、ベンチが用意されてました。そしてマテを飲みます。アイポター、アイポター、てれれーん、木しか見えない。どんなに角度変えてもね、木しか見えんのよ。乾杯。かっこいい。まさかのサソリちゃんがいますね。危ないっすね、危ないっすね、早いっすね。ちなみにね、このペットボトルでお米を研ぎました。常にね歩いてる時とかにね、ペットボトルが落ちてるかとか使えそうなものがあるかとかを探しながらキャンプをね準備していきます。今日の晩ご飯もごちゃ混ぜご飯とじゃがいも、トマト。美味しいですか？美味しいです。ありがとうございます。いただきます。いただきます。おはようございます。最終日、最後まで旅を楽しんでいきたいと思います。パラグアイのね超ローカル旅を。僕らの他にも一応お客さんおるんですけど、ほんまに少ないんですよ。超やっぱりローカルすぎて。パラグアイ自体もなんかあんまり観光にやっぱ力入れてないですね。お客さんが少ないんでね、僕らも結構ね荷物とかねほぼほぼ置きっぱなしにしてますね。貴重品とかも。けど特にね取られることもないですね。朝ごはんはマテとメロン。パラグアイのメロンは黄色いタイプ。コエンバマ。はい、今日はまた別の道を進んで違う滝に向かっていくよ。もうね片道 1km の距離が余裕に思えてきた。往復で2キロぐらいですね。まあほんまに険しい道をね約 1km ぐらい進んでたどり着きました。サルトグアラニ、直訳するとグアラニの滝。なかなか美しいですね。小規模やけどまあ泳ぐしかないっすよね。ポイポイポイポポイポイポピー、ポイポイポイポポイポイポピー。アンガールズみたいに手足が長い雲。いろんな場所でね泳ぐことができるのがこのねイビコイ国立公園の強みですね。で時間の都合上3つ目の滝はね見に行けそうにないです。なんでここでゆっくりねもう一回ちょっとのんびりしたいかなって考えてますね。チンチンはどこですか？本日のお昼ご飯はこんな感じ。白ご飯にニンニクとトマトと塩を入れて炊きました。卵とトマトとサラミ、ソーセージ、じゃがいもです。最高のお昼ご飯ですね。どう切りました？私に任せなさい。イケメンの呼吸第一の方、トモソウヤ切り。ひどい男。かっこいい。ありがとうございました。ごちそうさまでした。美味しかったです。楽しかったです。さあ帰ります。3時15分に出発しました。ということで今から彼女が住んでいるところの近くのイトゥルベっていうところまでちょっとヒッチハイクで帰ろうと思います。ありがとうございました。ありがとう。なかなかね自分たちはね長い一直線を歩いています。マジで疲れるんですけど、まさかの現在ね、この前僕がねラ・クルメナ行った時帰りにヒッチハイクした場所、少年たちとサッカーをしてね遊んだ場所、同じ場所でヒッチハイクしてます。さっきねこの近くでね降ろしてもらったんでねヒッチハイクしてて、ここでねまたヒッチハイクしてます。
まあね、あの少年たちね今いないみたいなんでね、ちょっと寂しいですけどね。現在夕方6時45分、風が超涼しい。やっほい。Yo te enseño una palabra japonés. 気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。あ、気持ちいい。あ、気持ちいい。気持ちいい。¿Sabes? 気持ちいい。¿Qué significa? Ah, como me siento bien. Mentira. Y así, rico, como. 気持ちいい。行く。はい、動画ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。とりあえずかなりね長い旅を終えて帰ってきたって感じですよね。でこの動画自体は前半と後半の動画に分かれてるんで、前半動画ねまだ見てない方は前半の動画もね絶対面白いと思うんで、そちらもねこの動画最後まで見終わった後に見てください。かなり大自然をね満喫できました今回。とりあえず思ったのがね、パラグアイは観光にあんまりね力入れてないですね。観光にあんまり力入れてないんで、もちろんね公共交通機関とかもあんまりね使えないし、道路とかもね結構悪いところも多いし、で結構ねそういう場所が多かったんで、今回僕らはねもうほぼ 95% 以上ヒッチハイクを使って移動しました。まあそんなにめちゃくちゃ難しくはなかったです。普段ねヒッチハイクしない方は結構ヒッチハイクって危険とかそういうの考えてる人が多いと思うんで、今回ねこの動画を見終わった後にちょっとヒッチハイクチャレンジしてみようかなとかやってみたらどうですかね。ヒッチハイクね絶対に安全とは言えないですけど、ヒッチハイクする側も時間帯とか場所とか最終ヒッチハイクその車に乗るか乗らないかは選べるんで、まあもちろんねそういうの考えて自由にねしてもらったらと思います。結構ね前日に乗せてもらった人にまた再会するとか、なんかそういうの結構ありましたね。3回以上あった。あとはおまわりさんが来た時はほぼほぼ確実に止まってくれる。どうしたみたいな。ほんでまあ話してちょっとここまで乗せてほしいんやけどって言ったら、結構まあやっぱり田舎あるある、海外あるあるなんで乗せてくれるねパトカー多かったですね。そんな感じです。動画見ていただいている旅人の方、パラグアイはアスンシオン、シウダーデルエステ、イグアス居住区の日本人宿だけじゃないですよ。パラグアイはね結構ねいろんなところね思った以上にね観光スポットあるんで、皆さんもね行ってみてください。ではここからはおまけコーナーなんですけど、皆さんこれ覚えてますか？これね前回動画前半の動画でこれ拾ったんですよ、道で。まあ見てない方はちょっとわからないかもしれないですけど、まさかの道で拾って、まあ結構長い年月一緒に旅しました。そして最終的に結局ね使いませんでしたね。これエリザベスさんこれは何ですか？何これ何これこれは気持ちいいですか？今日は使えそうです。パラグアイがほんまにね大自然すぎて、ついにね卵使っちゃいました。卵かけご飯食べちゃってますよもう。絶対にみんなは真似したらあかん。次回ともそやチャンネル、南米大自然観光地四天王の一つ、観光場所としては絶対に外せない場所、パラグアイ、アルゼンチン、ブラジル国境の近くにあるイグアスの滝。さあ壮大な滝を見てからブラジル編開始します。